こんにちは。私は元マクソンの田村進です。チューブスクリーマーのオリジネーターです。カージアンの北田と申します。滋賀県でエフェクターのブランドをやっております。よろしくお願いします。こんにちは、ギタリストの和樹です。僕は普段 YouTube で日本人向けにギターに関する動画を発信しています。有名な J-POP やアニソンの楽曲解説、そしてギターのある生活をもっと楽しくをテーマにたくさんの動画を撮っているんですけれども、このスペシャルな映像で MC とそして一部演奏を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。本日のスペシャルゲストをお呼びいたしましょう。どうぞお入りください。お願いします。よろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。セロトニンオリジン ST というね、お二人がコラボされたエフェクターを取り上げていくということで、めっちゃ楽しみにしてるんですよね。任せてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。そもそもチューブスクリーマーとはどんなペダルなのか、ご自身が開発されたペダルがそれほど世界に広まっていって、どんな風にギターに影響を与えてるっていう風にお考えでしょうか。チューブスクリーマーを発売したのは1979年になるんですけども、当時はね、正直言って売れなかった。国内も海外もミュージシャンの人に評価してもらうじゃないですか、音がして。で、言われるのがなんだ歪まねえディストーションだなという評価そうなんですね。なんですよね。で当時はね、ファズとかディストーションはあったんですけども、それよりも歪みの軽いオーバードライブ系というペダルはほとんどなかったんですね。ですからね、最初の評価はそういう評価でした。なんかそういうのきっかけとかあったんですかね、広まっていくにつれて。最初はね、私自身がそのファズの音とか、ハードなディストーションの音というのは、私にとってすごく耳障りだった。なるほど。で基本的には私ギター弾くことはなくて、一時そのフォークギターとか流行ってた時にはコードとか書き鳴らしたことはありますけども、一番そのファズとかが耳障りであったというのが一番元なんですね。ギターアンプの特性とチューブスクリーマーの特性と合わせて耳障りの悪くない音楽にしてほしいなという、その辺が望みなんですね。じゃあこのチューブスクリーマーって田村さんの原体験からやっぱ来てるってことなんですね。作る、きっかけというか。一番元はそうだと思うんです。すごい。これ多分初聞きの話かなってぐらいの、それまでって結構尖った音のするファズとかディストーションが主流だった中で、自分の好きな音はこういう音だっていう風に思って作られたと思うんですけども、根底に流れる開発への思いとか哲学的なところもやっぱり一貫されてたりするんですかね。案外ね、その哲学的なことはないんですけども、そうなんですね。先ほどもギターは基本的には弾きませんという話しましたけども、私は電気屋さんなんですね。なるほど。フェンダーの方とかってギターを基本的に弾かれなくて、ギターを設計したりアンプを設計したり、そうレオフェンダー、レオそう言いますけども、彼は全く弾かないわけじゃないらしいですけども、私はとても人前ではギターの音出すのできませんので、ただ音決めしたりする時には、やはりギターは鳴らしますけどね。で結構その時にね、私が重宝してるのがルーパー。ルーパーはね4つくらい持っていて、結構使ってますね。シグネチャーとかなると、やはりその人のフレーズをその人に弾いてもらって、ネットで送っていただいて、でそこで聴き比べるっていうのは結構やってますね。いやでもすごい面白いですね。なんかさっきのこのフェンダーの例とかもそうなんですけど、普段楽器とか弾かない人がもうそれがずっと世のスタンダードになるような革命的な製品を生み出してるっていうのが、僕はそれフェンダーの例しか知らなかったんですけど、まさか TS でもそれが起きてたっていうのはめちゃくちゃ面白いなと思いました。チューブスクリーマーって作るべきして作ったんですかっていうような質問をよく受けるんですけども、他のエフェクターと一緒なんですよね。で私が日音波で一番最初に設計したのが
フェーズシフターでして、そうなんですそうなんですよ。チューブスクリーマーじゃないんですよ。チューブスクリーマーじゃないんです知らなかった。74年くらいに入りましたんで、はフェーズシフターもやってましたし、コーラスもフランジャーもアナログディレイもやってましたし、ディストーション系もやってました。でそれと同じように設計はしたんですけども、はい、最終的に残って今でもっていうのはやはりこれが一番でしょうね、チューブスクリーマーがね。せっかくなんでちょっと音とか出して聞いてみたいですけど、そうですね。いいですか、ちょっと触らせてもらっても。田村さんのお持ちのこれもね、はい、はい、多分一番これが初めです。そうです、79年です。79年のこの初期型で、これが今の、チューブスクリーマーよく、皆さんご存知のこういう、馴染み深いですね。そうです、馴染み深いこのタイプ。これはオペアンプが1つと、トランジスタが2つあるモデルなんですけど、はい、これはオペアンプが2つなんです実は。そうなんですか。音的には透過回路になってるんですけれども、はい、実はちょっと仕様が違うということで、まずこちらを軽くぜひお願いします。いきなり気になったのが、これ僕ボリュームずっと探してあれないなと思ったんですけどバランスなんですね。そうですね。昔はねレベルとかでなくて、はい、バイパスした時の音量と合わせる、はい、バランスを取るという意味でバランスでしたね。まず生音ですね、これが。はい。あれなんですよ、チューブスクリーマーってバッフ入ってるんで生音もちょっと変わってるんですよ。あ、そうなんですか。そう、これも通った後の音ってことですね。通った後の音なんですよね、田村さん。そうですそうです。おじゃあオンにしますね。はい。うわー、かっこいい。やっぱこの音って感じがしますね。いや僕これ絶対やりたいなと思ってたのが、もっとこう歪ませちゃって。これですよ、やっぱり。これですね。ちょっとブルース系のね、でもちょっとハードなみたいな。やっぱレジェンドの音してますね。どうですか田村さん、久しぶりに。先ほども言いましたように他のものもずっと設計してたんで、特にこれだけがって記憶は私にはないんですよね。そうなんですね。繰り返しになりますけど、歪まねえディストーションだなっていう、それだけがしっかり頭に焼き付いてる。歪まないのに和樹さんが弦を回した時の食いつき感というかバイト感が下品に歪む感じじゃなくて、それこそナチュラルにというか自然な音になってますよね。それがなんかめちゃめちゃかっこいいなと思って本当に、ね、これがやっぱりギタリスト的には美味しい音域になるんでしょうね。ちょっとだけ違いますね、やっぱり。そうですね。元気な感じというか。田村さん的にやっぱこれどう違ってくるんですか。やっぱ回路的に少し違うのがやっぱナローとそのバッファーの部分がオペアンプとトランジスタで変わってるっていう風になってる。そうですね。ケースがそちらはね、亜鉛ダイキャストなんです。こちらはアルミで軽いんですけどね。しっかり比べて聞き分けるとケースによって音、特に低域の方の感じが違っている。なるほど。あとバッファーはですね、こちらはトランジスタ入出力でもこちらはオペアンプを使ってるんですが、その辺の違いはありますね。あるんですね。でもあれですね、トランジスタになったのはオペアンプ当時高かったですからね。オペアンプを一つ減らしただけでもかなりコストダウンになるので、変えた理由は正直コストダウンですね。なるほど。いや面白いですね。でもそれがね、後々こうやって音の違いとしてみんなが買い漁るっていう。確かにどの時期のものがとかでなっていって、でもやっぱ製造側は当時はね、別に狙ってそれをしたかったわけじゃなくて、そうですね、コスト的に有利なものっていうのを選んでいった先に、こうやって伝説が生まれていったんだなということですね。なるほど。ちょっと垣間見れましたね、今ので。面白い。い
よいよちょっとオリジン ST の話に行くんですけども、こちらがですね、お二人のもうレジェンドと新進気鋭のビルダーのコラボということなんですけど、どうやってこうコラボしようっていう風になったんですか？そうですね、僕が、はい、島村楽器さんっていう日本最大の楽器店さんのはい、件でちょっとギターの、注文だとかそういったことで長野県に行ったんですね。で、田村さんも長野県にお住まいということで、なるほど。田村さんにせっかくだったらご挨拶したいなって、それこそ僕もこのヴィンテージのチューブスクリームはいっぱい持っていたので、サインを書いていただきたいということでちょっといいですか、これここにサインあるなと思いながら見てましたこのような形で田村さんにサインしていただいたんですけどこのサインをいただきたいなっていう気持ちが最初あって、田村さんのとこにお声掛けさせていただいていったんですよ。いろいろこういわゆる例えば計測器だったりだとか、このような環境で作ってるよっていうお話をもういっぱい聞かせていただいたんですよ。そこからは意気投合して作った流れですよね、田村さん。そうですね島村楽器さん、はい、最初連絡いただいたのはコロナ禍でずっとお会いしてなかったんですよ。あの方一度もお会いしたことないですね。お仕事ではやり取りはしてましたけど、でいや田村さんご挨拶に行きたいんだけど一度も会ったことないからって、はいいいよって言って返事をしたら7人見えた多すぎるですからご挨拶ってんでそれがコラボとかの話につながるとは全く予想してなかったんです。いや僕も会った時にこのタイミングで言わなきゃ、僕田村さんと一緒に作りたいですって言わなきゃこれは何も始まらないなと思って、なるほど、勇気を出してそれで結果意気投合して生まれたと。そうですね、その時にねそのお話いただいて、あそうかじゃあコラボでやりたいんだなって認識したのがその時初めてなんです。そうですね、本当に田村さんって今までチューブスクリーン負けの何かとコラボする時って言ってしまえばモディファイだとかが多かったんですよ。そんな中で今回オリジナルっていうのは本当にそういう意味で初めてかもしれないですね、田村さんと。そうなんですね。TS のオリジナルは初めてですね。そうですね、TS ライクなそのスタイルのものでオリジナルを一緒に作らせていただいたっていう。いやだってレジェンドとね、さっきも言いましたけど新進気鋭のビルダーさんがこうやって一つのものを生み出す、でそれがモディファイじゃなくてオリジナルっていうのが、そうですね、熱いなと思いながら具現化してるっていうそういうことになります。つまみが全部センターになってます。生音がこんな感じ。オンにするとどうですか和樹さん、これ。いやこれ現代的、僕がいつも聴いてるような音楽にもすごく合う。日本のね J ロックとか、そういうのも合いますし。田村さんどうですか？いや私もそう思います。現代的という一言、まずそれだと思いますね。それがパッてきますよね、やっぱり。嬉しいな。なんか僕の中では逆にちょっと現代的な要素をもちろん持ちながらも、結構攻めた設計にしてたんですよ。今まで僕が作ったペダルとかってどっちかというとバランス型なんですけれども、トレブルとかゲインの動きとかってすごい攻撃的なんで、ちょっとぜひ触ってほしいんです。いいですか？ちょっとじゃあゲイン上げていきますね。はい。おお、結構いきますね。でもそうです。結構ゲインも高く設計されていて、でトレブル回していきますね。そうですね。これやばくないですか？これはやばいですね。なんかトレブル上げたらこう耳に痛いとこじゃなくて、なんかちょっとしたっていうかこうハイミッド的なところがすごい上がってきて、ギターの音が派手になりますね。そうなんですよ。通常狙ってるとこですよね。そうなんですね。これ分かり合ってるんでいやめっちゃ伝わります。でもこの感覚は。そうなんですよ。おっしゃる通り、ミッドハイなんですよ。本当に。なるほど。単純なトレブルではないって。でも広域は残ってるじゃないですか。残ってますね。でもなんなら広域ってトレブル下げても残ると思うんですよ。ちょっと下げ気味でいってみてください。全然残ってますね。そうなんですよ。でもいわゆるギラッとした耳に痛いってわけじゃなくて、
鈴なり感って僕よくファズフェイスとかのクリーンにした時に鈴なり感根気の出るってあるじゃないですか。はいはいはい。これは僕歪んだ鈴なりって勝手に名付けてるんですよ。確かにちょっと上がぐしゃっとしたところが鈴なってるみたいなクリーンじゃなくてまあ歪んでるんですけど、それがなってるみたいなイメージですね。それちょっと僕田村さんと一緒に再現できればなと思って。そうですね。この辺がね倍音構成の違いで。そういうことなんです。ベースもいいいですか？ちょっとこれ体感してほしいです、まず。そうですね。じゃあ、はい、原因下げてベース上げさせていただきますね。はい。このズーンっていう迫力。でもよくまあいわゆるこう4ノブのペダルボリュームゲインベーストレブルってあるペダルの特徴的にベース上げるとかなりまあ飽和感が出るとか、例えばリアにした時にその上げるためにこうベースがあったりする時とかって多いじゃないですか。もうちょっと太く出す。じゃなくてこれもちろんどのピックアップ位置でもベースがこう煩わしくないというか、こう使える音としてしっかり出てこないですか？なんかそれめっちゃ感じました。なんかこう低音源を弾いた時に音が太くなってその太いやつが飛んでいくんですよね。そうなんですよ。なんかカッティングした時に多分今いい感じに選択していただいたと思うんですけど、音と音のノートがつながらないじゃないですか。ちゃんとそうなんですよ。ズノーってつながっちゃうんですよ。単純に太くなるペダルだけだと。でもこれはね、めちゃくちゃここの部分はね、僕が実は結構そうなんですね。いやそうなんですよ。私はね正直言ってベースのレベルがね上がったやつはね結構アンサンブルの時に被るかなっていうのが心配だったんですよ。なるほど。でまあそういう提案はというか私はしてたんですけども、この辺は北田さんがうまくまとめる。素晴らしい。すごい。ベースの設計は僕結構ガチガチにやりました本当に。じゃあやっぱりもうザ低域っていうよりローミッド的な。そうなんです。そうです。まさしくその通り。じゃあハイミッドとローミッドみたいな。そういうことです。まあ一応ベースとトレブルっていうふうに表記させていただいてるんですけれども、ハイミッドローミッドのミッドをテーマに持ったこのペダルたちっていう感じ。なるほどですね。いいですねこれは。結構僕ローゲインにした時のサウンドも好きで。このなんかきらびやかな感じだけど艶やかで太いみたいな、これめっちゃ好きなんですよ。かっこいいな。なんかいいっすね。確かに弦下げてもちゃんと多分広域がしっかり上にさっき言った鈴なり感が常に残り続けてるんで、下げても引っ込んで抜けない音にならないっていう感じなのがいいなと思います。めちゃくちゃもうその通りです。名解説。ありがとうございます。いい音聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後にですね、お二人に、今後この製品がどのように広まっていってほしいか、将来のこう希望と予測を踏まえてちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、いかがでしょうか？そうですね。じゃあ僕からまずは。僕はなんかやっぱりこれを作った時に何々系って確かに作ったんですけれども、思った以上にオリジナルのすごい特徴的なサウンドになったので、ギタリストが本当に普通にこういうペダルいいよねっていう風に求めるものになっていってほしいなと思ってますね。なるほど。でもさっきからこうサウンドチェックの時にすごい現代的だねっていう話もいっぱい出たと思うんですけど、そういう意味でなんか現代の曲をやる新しいそういう歪み系ペダルとしてはすごく可能性がありそうに僕はめっちゃ感じてます。弾いてみてめちゃくちゃ嬉しい本当に。田村さんは逆にどうですかこれ？いや私もそう思います。チューブスクリーマーそのものはね、やはりブルース系がメインだと思うんですよ。これはねやはり今風であるということで、もっとねブルース系だけではなくてもっと幅広いミュージシャンの人に使っていただける可能性を秘めてるなという私は思って。田村さんおっしゃった通りすごい新しいペダルになれたかなと思います。なるほどです。また田村さんと一緒にオリジナルペダルを作りたいなと思うのでオファーかけます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ素敵なペダルを世界中に届けましょう。届けましょう。はい。